こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回は、不快な妬みの感情に襲われたら建設的に処理しようというタイトルでお話しします。妬みの感情は自分よりも優れたものを持っていたり、自分よりもよりよくできる人に対して羨ましいと感じて引きずり下ろしたくなる気持ちです。正直あまり心地の良いものではありません。できれば妬みの感情は感じたくないものです。しかし、これは人間の自然な感情の一つです。無理に押さえつけようとしてもうまくいかないことが多いです。自然と湧き出てくる妬みの感情にどう向き合うかで、自己破滅的になったり、自己向上につながったり、全然違う結果を得ることになります。今回の話は、妬みの感情に襲われたら、意識して建設的に処理しようという話です。妬みには悪性妬みと良性妬みとがあります。悪性妬みは、羨ましさがネガティブに転じて、相手を引きずり下ろしたいと願ってしまう妬みです。心の中でそう思うだけではなく、実際に引きずり下ろすために行動に出てしまうこともあります。その相手に悪いことが起きれば、自分は心の中でその人の不幸を喜んでいます。それに対して良性妬みは、羨ましさがポジティブに転じて、自分もあの人のようになれるよう頑張ろうと努力のきっかけとなるものです。モチベーションが高まり、一生懸命頑張るので、良い結果を得ることもしばしばです。悪性妬みは自己破滅的にもなり得ます。もし相手を引きずり下ろすために何らかの行動を起こした場合、相手との人間関係を壊すだけではなく、周囲の人たちからも信頼を失うことになります。そうなりたくはないから、妬みを自分の心の中だけに閉じ込めておこうとする人もいます。しかしこういう気持ちをずっと我慢していると、イライラの原因となり、精神衛生上良くありません。悪性妬みは相手を落とすために悪い行動を起こした場合にも、自分の中だけで我慢していた場合にも、あまり自分の得にはなりません。それに対して良性妬みは自分を高めるためのエネルギーに変わるので、建設的な結果につながります。あの人と同じようになれるよう自分も一生懸命努力した結果、自分のスキルも向上します。今までよりも優れた自分、より高いスキルを持つ自分になれば、自分のリソースも増えます。誰が見ても良性妬みの方が悪性妬みよりも望ましいとわかります。しかし問題は、引きずり下ろす行為の方が自分を高める行為よりもずっと楽にできることです。例えば成功している人に対して SNS で匿名で誹謗中傷することは誰にでも簡単にできることです。手軽にできてその時のスッキリ感は大きいです。それに対してあの人のように自分も成功したいと思い、コツコツ頑張ることは時間もかかるし楽ではありません。人間はある意味怠け者なので楽にできる方を選びたくなるのが自然のことです。これが問題なんです。お手軽さに誘惑されることなく、知性を持って短期的な快楽よりも長期的な幸せを求めた方が賢明です。妬ましい相手に対して意地悪してやろうとか失敗するように仕掛けるなど、悪いことを企むのは簡単にできます。そしてそれがうまくいった時には一時的にはスカッとします。
しかし、長期的視点ではこうすることで大切な人間関係を壊してしまったり、周囲の人たちから信用を失うことになります。長い目で見れば自分にとっては良いことではありません。逆にあの人のようになれるよう頑張って自分も学ぼうとするのは今は大変かもしれません。でもその努力はいつかは実ります。一時的にはしんどくても、これをしばらくやり続けることで自分のスキル向上につながり、最終的には自分の財産となります。目先の利益よりも長期的な利益を狙った方が自分は幸せになれるでしょう。あの人のように素晴らしくなれるよう努力するのは時間も労力も必要です。でも自分も必ずそうなれるはずです。なぜなら、妬みの感情は自分とはあまりにもかけ離れた人に対して湧くものではないからです。妬みを覚えるのは自分よりもちょっと上、ちょっとだけ良いという人に対して感じるものだからです。だからどんなに頑張っても達成するのは無理だということはありません。妬みの感情は人間の自然な感情の一つです。決して心地よいものではありません。無理に抑え込もうとしてもなかなかうまくいきません。それよりも不快な妬みの感情に襲われたら、建設的な処理をして自分のリソース、財産を増やす方に動いていった方が賢明です。その時には大変かもしれませんが、長い目で見れば自分も良い方向へ導かれます。ということで今回は不快な妬みの感情に襲われたら建設的に処理しようというタイトルでお話ししてみました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。